皆さんこんにちは、石野花宝です。今回は徹底解説書道の基本払いをうまく書くコツについてお話をしていきます。以前動画で縦書きが苦手な方の特徴という風に取ったら皆さんから大変好評いただくことができて多くの人に喜んでいただくことができました。そちらのコメント欄に圧倒的に多かったのが払いもお願いしますという声が多くご意見として寄せられましたので、今回は楷書の左払いと右払いに悩む方のために払いの徹底解説をしていきたいなという風に思っています。今回の動画を最後までご覧いただければ今より格段に払いが引きやすくなりますし上手に書けるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速左払いの書き方について解説していきます。まずは良くない例からお見せしたいと思います。実際に字書いてみましょうか。人っていう字でお見せしていきたいと思います。記筆ちゃんと置いてるんですけれども最後バサッとなってしまったり、確かに左払いってものすごく勢いは必要な線であることは間違いないんですよね。でもこれの何が悪いか皆さん分かりますか？勢いがつきすぎるあまりスカスカにかすれてしまっていますよね。これでは一見力強くていい作風に見えるかもしれませんが、楷書の左払いにおいては少し雑な印象を受けると思いませんか？理想の左払いどうすればいいのかというと、最後まで気を抜かないということが大事になります。最後まで気を抜かない、充実した線で終わるっていうことですね。で次に向かう筆脈も意識しながらこうやって書いていくと完成度の高い左払いになるわけです。一応余白の対比とか気にした古典の形になってますのでちょっと違和感ある方もいるかもしれないですね。で左払いのこちらの収筆の特徴を見ていきますと、先ほどお見せした勢いだけの左払いと違って最後穂先がからげるようになっているの分かるでしょうか？穂先がちょっとこういう風にめくれるっていうかねじれるわけですね。この感じが表現できてこそ強靭な左払いになるわけです。書において線の艶やかさというのはものすごく大事にされているんです。こう筆を立てて穂先の弾力をうまく使って描く線というのはものすごく線に張りがあり美しいものなんですよね。筆を立てないで描いた例っていうのをお見せします。一見綺麗なようなんですけれども、筆が立っていない左払いってこんな感じで薄っぺらな軽い線っていう印象になってしまいます。これはあまり評価されない左払いになるんですよね。まず筆を立てるこの動作大切にしてください。ここがですね立っていること、これ筆立てるって言います。よく勘違いされやすいのがここ軸の部分を立てると思ってらっしゃる方が多いですよね。でも結果的に穂先の弾力が使えていなければそれは全くの無意味になってしまうということですので、筆を立てるという動作の意味を正しく理解してここで生まれた毛の反発です。穂先にかかる圧力、この反発を利用して線を生み出すようにするわけですね。そうすると最後こう丸く終わっていった時に毛が必ずよじれてくれるはずなんです。この毛のよじれが発生してこその美しい左払いになるっていうことを押さえて書いていただくとスピーディーに払い出した時にも必ず毛先がきれいにまとまってくれて、しかも末端まで気を抜くわけではない美しい左払いっていうのが完成していくわけですね。でまず、こちらを意識してやっていただくっていうのが近道かなというふうに思います。あともう一つですね、左払いが苦手な方に多いのが起筆の時に細い線を引きたいあまり本当に力を入れずに置いてしまっている。これがよく見かけますね。左払いって割と細く書かなきゃいけない場面が多いんですよ、楷書の左払いというのは。なので細く書きたい時の左払いでは増補することをお勧めします。穂先を線の中に包み隠す、これ増補って言います。その動きを取ってあげるとさっき解説した筆を立てるっていうのと同じ動作が行えます。こうすることによって毛の反発を生みますよね。そのまんま左払いに移ってあげると強靭な細い線で最後まで引き切ることができるということで、ここで増補しなかった時の線に比べて終わり方全然違うと思いませんか？こっちは薄っぺらな線、こっちは厚みのある、なるべく多くの毛を使って最後まで引いているのがわかるでしょうか？これはだんだん毛の量を減らしていってるので薄っぺらく見えるわけですね。これは本当にプロでも難しい線の引き方なんですけれども、この成功率を上げる練習をすることによって
楷書の左払いいきなり出てきた時も自信を持って書けるようになりますので、ぜひですねこちらの造法も取り入れながら練習してみてください。左払いの解説は以上です。続いて右払いの解説をしていきたいと思います。まずは良くない例からお見せしていきます。はい、これが良くない右払いの例になります。続いていい例をお見せします。皆さんこの2つの右払いの違いに気がついたでしょうか？上がよろしくない、下がいい例ですよ。何が違うのかというのを詳しく解説していきます。まず右払いが苦手だとおっしゃってる方に多いのがこちらの書き方になるんですけど、良くないところ、まず1つ目、起筆がしっかり入っていない。そのままスッと筆を何事もなく入れてしまっていますよね。これは実は楷書の右払いにおいては NG ですよね。楷書は必ず起筆をしっかり置いた方がいいです。通常横線書く時でも斜め45度に入筆しますよね。縦線置く時でも斜め45度にだいたい入筆しますよね。これと同じように楷書の起筆は徹底しましょう。右払いであっても斜め45度に小さく置きます。それからスタートすることによって右払いがうまく書けるように近づいていくっていうことですね。この斜め45度にしっかり置けている時と置けなかった時、収筆にどんな影響があるのかっていうことですね。線の終わり方に大きな違いが出てきます。それは何かっていうと、そのままスッと入れてしまった時っていうのは穂先が線のど真ん中を通りやすくなりますよね。つまり力で押さえないと太さが出せない状態になるんです。腹まで使わないと出したい太さまで到達しません。なので右払いの時だけ超にじんだり、ここで止まった時にものすごく押さえたような印象になっている方が多いなという感じがします。たったこれだけ斜め45度の入筆、これを意識するだけで軽い力で筆先を開くことによって簡単に太くなるので、押さえないからにじまないし、一瞬止まっても全然そこが押さえたような感じにならないわけですよね。こういった右払いが書けるようになったら本当に上級者だと思います。筆の開閉を利用するっていうことですね。太さを出す時に力を抑えれば太くなるって思ってるのは実は大間違いであるっていうことですね。こんなこと言ったら批判食らいそうですけども、実は良くないんですよ。いい右払いを書けるようになるために確実に起筆をまず置いて、そして筆先を開くことによって太さを充実させる。そしてしっかりここでピタッと停滞します。この時にプスって押さえないこと、止まるだけにしてください。筆圧はここでは変えないようにします。それから右横に払い出していくんですけど、この時の筆管の傾き見てください。どうなってるか分かりますか？少し左に倒れて分かりますよね。これって何のためにやってると思います？最後まで力を充実させるためなんですよね。本当の垂直のまま最後まで引こうと思うと最後まで力の充実はできません。軽い線になってしまう。ところが筆管の傾きを少し利用する、この程度でいいですよ。この程度利用することによって筆を上下にこう上に引き上げていった時にも穂先のこの末端に圧がかかり続けるわけですから、最後まで充実した雰囲気になるんですよね。起筆をしっかりやること、筆の開閉使うこと、それから筆管の傾きもちょっと利用してあげる、この3つしっかりできることによって右払いの充実感というのがものすごく変わります。この線引けるようになるまで徹底的に何本も練習していきましょう。はい、ということで今回は左払いと右払いについて解説をしました。楷書に当てはまる一般的なやり方を解説させていただいたのですが、中にはですね、楷書の中でも様々な左払いなどが存在することは確かです。なので全てに確実に当てはまるわけではありませんが、必ず応用できる技術にはなってきますので、それぞれ違いはあれど今回のことを意識しながら取り組んでいただくことによってかなり完成度の高い払いが出来上がるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんも実践してみてください。今回の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンをよろしくお願いいたします。もしまだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。